も言っていなかったことで僕がやっていたことを説明しますと、右肘なんですけど、一旦この重力とのバランスが取れた平面で触れるようになれば、もうそれは一生ね、その感覚っていうのは覚えられるから。こんにちは、ゴルフラーニングスクエアグロスの田中慎一郎です。今回もご覧いただきましてありがとうございます。前回の動画ではトッププロのグリップ軌道について、バックスイングとダウンスイングの関係を調べてみました。バックスイングの軌道に対して、それよりもアウト側から降りるのか、インサイド側から降りるのか、それとも大体同じぐらいの軌道を降りるのかという3種類を調べたところ、インサイドから、いわゆるインサイドループするタイプが8人で、大体同じぐらいの人が9人。そしてバックスイングよりも前に出てくる人が15人と一番多いという結果でした。その他にはダウンスイングでグリップがトップの位置から垂直ラインよりもインサイドに入って戻ってくるという人は1人もいない。まっすぐぐらい、ほぼ垂直の人が11人ぐらいで、21人は少し前に出てくる軌道でした。そして前回は YouTube でダウンスイングの仕方という検索をした時に出てくる上位のレッスンの内容について説明しました。いろいろなね、レッスンがあったわけですけれども、今回はね、僕が実際にドライバーのスイングをしている映像で、このバックスイングとダウンスイングのグリップの軌道が僕の場合はどう動いているのかですね。これを皆さんに見ていただいて、そしてその動きはどうやって作っているのか、どういう意識で振っているのかを説明したいと思います。PGA のね、トッププロの動きはこれはこういう風にしてこうやっていますなんていうのはなかなか説明できないと思うんですね。本人に聞かないと分かんないです。ですから他人がどうこう言ったってそれが本当かどうか分かんないので、僕に説明できることは僕がやってることしか説明できないですから、別にそれが正しいとか、間違いとかいいとか悪いとかそういうことを言っているのではないんですけれども、単に僕の場合はこうだから、このレッスンプロのこの動きに近いことをやっていますみたいなことを説明し、そして他のねレッスンプロはちょっと説明していないようなこともねちょっと付け加えて、僕の場合はこんなことをこの動画のスイングではしましたみたいなこともね説明したいと思いますので、ぜひ最後までねご覧ください。それでは早速こちらをご覧ください。はい、それでは僕のスイングの場合を見てみたいと思います。まずこの赤いラインが右腕の内側に引いた、グリップ軌道の基準ラインです。そして、この黄色いラインがグリップ軌道なんですが、バックスイングではこのように少し外側に上昇し、そしてこのように赤いラインの少し外側から上がっていって、そしてこの赤いラインをこの辺りで横切る形になって、そしてトップに至ります。でトップからは今度ここからですが、このように元来た道とほぼ同じところ、元来た道上ぐらいをこう戻ってきて、そしてその後、徐々に前にずれていって、そしてこの辺りで U ターンしていきます。ここら辺で U ターン、ここで今少し戻りかけです。ここは少し戻る手前ぐらいなんですけれども、このような、グリップ軌道になっています。流れとしてはこういう感じで振っています。そして、ですから僕のこのスイングのグリップ軌道のタイプでいうとノーループタイプに近いかなと思うんですけれども、僕が本当にやりたいのはもう少しこのバックスイングのラインが少し外に膨らんでしまったので、この場合は本当に自分がやりたかった動きはもう少しこういうふうにこの赤いラインに近い位置を上昇するような、そんな動きであれば理想的だったと思います。つまり自分の理想としてはインサイドに上がって外から戻る、インアウトタイプですね。インサイドアウトループタイプが理想なんですけれども、このスイングに関してはバックスイングの軌道が少し膨れてしまった、外側に膨らんだのでほとんど同じノーループタイプになったというイメージです。そしてこのスイングで一つ注目してほしいのは、ヘッド軌道で理想のヘッド軌道について説明しますと、このスイングで言えばこのようにトップの位置でここの今
この線が46度のラインですけれども、この46度の面に対してほぼヘッドが乗っていて、そしてこの面上をずっと戻ってくるのがわかると思います。こういうふうに直線的に打っているのがわかると思います。そして打った後もずっとこの面上を上昇しているのがわかります。そしてバックスイングを見ると、このようにこの面より少し外側に浮き上がっているのがわかると思います。ここにありますけれども、これが本当はもう少しこっちに近い方がいいということです。で、その浮き上がった原因がここでグリップエンドが浮き上がっていることが原因なので、本当はこれがもう少し正しい軌道上、自分の理想とする軌道上であれば、だいたいこの白い線に近いぐらいの位置。この赤いラインは理想的なグリップ軌道ですけれども、少しフラットなタイプであるとすれば、別にこのフラットな面でも構いません。で、この白い線ぐらいに乗ってくる軌道でグリップがバックスイングできれば、このヘッドはもう少しこのプレーの近くに乗ってきていて、バックスイングとダウンスイングが一つの平面上でスイングできただろうというふうに思います。けども、このスイングに関してはバックスイングで多少アウトにずれたということで、結果としてノーループタイプ的な動きになりましたが、本来の僕の動きはインアウトループタイプなんです。ご覧いただきましたように、僕のグリップ軌道はバックスイングとダウンスイングがほぼ同じでした。つまりノーループだったんですけれども、ご覧いただいたスイングでは少し自分の理想よりもヘッドがアウトに浮き上がっていました。で、それはどうしてかというと、グリップがほんの少しいつもよりアウトに上がったからです。ですから、結果としてバックスイングとダウンスイングが同じになったんですけれども、いつもはバックスイングでのグリップ軌道はもう少しインサイドに上がって、ダウンが少し前から降りてくるというのを理想としています。ただ僕の場合は練習があまりしてませんので、あまりその辺がたまにブレるということですね。PGA プロの場合は、もちろんもっともっと練習もしていますから、もっと安定していると思いますので、ご覧いただいた軌道でそれほど日によって変わるということはないとは思います。もちろん時期が変われば変化してくるということはあると思いますけれどもね、PGA プロの場合はもっともっとそれが安定していると思います。でもやはり人間のやることですから少しのブレはあると思いますのでね、その辺は考慮していただけるといいと思います。僕の場合、どんなことを意識しているのかというと、例えばご紹介したレッスンの中で言えば、バックスイングをしていって、そして手ですね。この手はバックスイングしっぱなしで下ろさないという意識があります。手は下ろしません。ですから当然インにループさせるとか落とすとかそういうことはないということですね。単にできるだけバックスイングし続けてるぐらいのイメージです。しかし下半身リードはするので、だから下半身に引っ張られて結局は降りてきます。結局は降りてくるんですけれども、決して手でどうこうするということではないということですね。他に重要だと思うのは、例えば TU さんが言っていたようなトップで脱力しておくことですね。この辺は大事で、この辺にガーッと力が入るとそれは良くないと思いますので、ですから、脱力は大事だと思います。その他では、例えばこの右手の動きですけど、右手の動きは、オープロと博士と言われている方のレッスンしていたような動きで、まっすぐ下ろすという感覚ではなく、やはりこういう内旋ですね。バックスイングでこのように外旋し、ダウンスイングではこういうふうに内旋する動きですね。こういう動きはやっていますね。で、僕の場合はインループさせるとかね、落とすとかね、そういうことはやっていないんですけれども、じゃあそういうレッスンが良くないのかというと、決してそういうことを言っているのではなくて、例えばスライスがね、強い方とか、そういった方はそういった動きを練習することでスライスが矯正されていいショットが打てるということもあると思いますね。なんかここにね、矢筒から矢を抜くような動きっていうのもありましたけども、そういう動きというのは手をキャスティングしてしまうタイプの人ですね。そういう人にとってそういう矢筒からね、矢を抜き取るようなイメージの手首の動きなんていうのはね、とてもいいイメージになるかなと思いますね。他にはね、ダウンスイングで、沈み込むというね TU さんのレッスンがありましたけども、それは僕の場合はやっていません。
僕の場合、お見せしたスイングでやっていたことを説明しますと、実はダウンスイングでバックスイングで回った腰をさらにこの右サイドを左に移すことで重心移動するということを実はやっていました。ですから、単に沈み込むとか、あるいはインパクト後に伸び上がるとかね、そういう動きは入れていませんけれども、決してそれが悪いということではなくて、それが役に立つ人もいると思います。あとはですね、誰も言っていなかったことで僕がやっていたことを説明しますと、右肘なんですけど、この右肘、例えばね、オープロの博士と言われてた方のね、レッスンで、右肘はダウンスイングからインパクトに来て、インパクトまでずっとこの角度を一定に保って打っていきますよと。そういうことをね、実は説明しているレッスンがあるんですけれども、僕の場合はどうかというと、割と一般的にこの右肘は90度をね、保って振るとかいうのがあると思うんですけども、僕もそういうふうに昔はレッスンしていたこともあります。ですけども、スイングに関してやっていることは、右肘は少し90度より深く入っていって、そしてインパクトにかけて徐々に伸びていくと。決してこの角度を五木ひろしみたいにキープするのではなく、ね、一旦深く入って徐々に伸びると、こういうようなね、動きをしているというのがね、ありますね。要するに、人によってね、どのレッスンが適しているか、その方とかその時期によってね、いろいろとこれをやると効果が出るとか、そういうことがあると思うんですね。だからどのレッスンがいいとか悪いとかではなくて、その時の皆さんにとって必要なレッスンというのをね、選択してやっていかれたら効果が出ると思います。あとですね、僕がスイングするときに注意しているのは、ダウンスイングでのヘッド軌道が動画でも説明しましたけども、なるべくこういう直線軌道を描くこと、バックスイングとダウンスイングができるだけ同じ平面上を動くことですね。これが一つのね、理想だと考えています。どうしてそう考えるかというと、結局ミスショットの原因というのは、先日めれば重力とのバランスの崩れだと考えているからですね。どっかの段階で重力とのバランスが崩れてしまうとミスショットになると。どういうことかというと、ダウンスイングでクラブヘッドが一つのね、こういう直線的な面、一つの面に沿って動くとしますね。これは一直線に進んでいるということになります。これはつまり重力のバランスが非常に取れていると。ダウンスイング中一貫して同じ影響をね、重力の影響を受けていることになりますね。それに対して例えばこういうふうに下向きに湾曲する軌道というのは、少しこの重力の影響を強く受けているということになりますね。逆にこっち側の凸型にこう動く感じがあるとしたら、それは重力の影響が少し少ない始まりぐらいでね、でこう後半に強く感じていくような、そういうようなね、重力の影響に変化があるということです。こっちにせよこっちにせよね。それに対して直線軌道だとしたら、それは重力とのバランスが完全に取れている状態なので、ずっと一定ということですね。例えばですよ、こういうふうにね、まっすぐ振り下ろすとしますね。そしたらこれは重力の方向に対してまっすぐ振り下ろしています。ですから当然グリップもまっすぐ振り下ろせばいいですね。こういうふうにまっすぐ振り下ろしたいのに、グリップを別の方向に動かしてしまったらまっすぐは下りませんですね。ですからまっすぐ振り下ろしたいのなら重力の方向にまっすぐです。じゃあ仮に無重力でスイングするとしたらどうでしょうか。無重力でこういうふうに一直線に振りたいとしたら、そしたら当然グリップもこの同じ平面上を動くように動かさなければいけません。それはそうですよね。だってこういうふうにまっすぐやってるのと重力がないんだからどういう方向だって同じですからね。こういうふうに動かすしかないということになりますね。だから重力がなければこうなんですけど、そんなことは実際はありえないしやる意味もないんですけど、これ
ヘッド軌道をまっすぐ動かすということは、つまり重力のね影響を受けていないのと同じ感覚で振ることになります。でそういうふうに振るにはグリップの動きというのはこのヘッド軌道よりも縦に動く動きになるんですね。で少しこういう斜めのねこういう縦の動きになってきます。グリップの動きが。だからこういうふうに手をね回したら、それは当然クラブだってこういう湾曲した動きになりますからね。そうではなくて前に出していかないと、トップの位置は面より上にありますから、少し前に出していく動きをすることで重力とのバランスをとって、結局重力を相殺して振っている状態、あるいは無重力状態と同じ感覚で振っている状態が出来上がります。でそれが重力とバランスが取れた状態で振っているということなので、重力とのバランスが取れるっていう状態はね、例えば自転車に乗るという行為を考えてみますとね、自転車に乗ることは、つまりこれバランスが取れる状態を覚えたということですね。でこのバランスが取れた状態っていうのは一旦覚えると人間一生覚えてられますね。何歳になったって自転車乗れると思います。一旦乗れるようになった人はね。なんか30歳過ぎたら急に乗れなくなったなんて人いないですよね。だいたい乗れるはずです。そんな感じでね、スイングも一旦この重力とのバランスが取れた平面で振れるようになれば、もうそれは一生ねその感覚っていうのは覚えられるから、だから安定しやすいということですね。しかも長持ちしやすい。ただもちろん、実際にはこう湾曲した軌道で上手い人だっていくらだっています。でそういう人というのは、少し重力のね影響をうまくこう受ける、その感覚を、その重力の影響を受けた感覚をうまく利用して打つという技術をマスターしているということですね。ただすごくその感覚をマスターした人でさえ、この振っていく時のスピードが急速に変化してしまうと、やっぱり予想外な、普段はこう湾曲しているのに急に速く打ったらこう急に直線的になってバンとかぶってくるとかね、どっかのタイミングが少しずれたら少しいつもより深く入ってしまってずれるとかね、そういう状態が起こりやすいということですね。だから一定のリズムで振って、そういう感覚の優れた人で上手い人はいくらでもいますけども、僕としてはこの直線的にね振れる、つまり重力とのバランスが取れたスイング、これをねマスターすることをお勧めしています。でここからが重要なんですけれどもね、ダウンスイングっていうのはものすごく短いコンマ何秒のね瞬間的にやっていることですね。ですからその瞬間にやっていることというのは実は、ほとんど全て反射的にやっています。ですから一旦ここのね、湾曲する軌道で振ることを覚えた人が、その軌道で振るために必要な反射の動き、これをマスターしていることになりますから、それを変えるっていうのはものすごく大変です。僕の経験的に言えば、だいたい5年ぐらい頑張って練習し続けて、5年目ぐらいから徐々に変わってくるっていう感じなんですけれども、なかなか一般の方で5年以上頑張れる人っていうのは少ないので、事実上はかなり不可能に近い。一旦ね湾曲した軌道で覚えた人がこういう直線軌道でバランスの取ったスイングを覚えるというのはかなり不可能に近いということがあります。ですからそういう方の場合はあまり無理せずにねスイングを大きく変えるというよりは、現状のスイングでできるだけ突発的なミスが出にくいようにね、工夫して練習していくということになるかなと思います。そんな中で少しずつ直線軌道に近づけていくことができれば、そういうふうな方向で持っていきますけど、かなりの時間がかかるということがありますのでね。でもちろん、そういうふうに湾曲した軌道でね振るスイングが合っている人、直線で振るスイングは合っていない人、そういう人もいると思いますのでね、万人に対してこれが絶対いいなんてことは言えないわけです。ある人にとってはこっちがいい、ある人にとってはこっちがいい、そういうようなね、ことがあると思いますので、ですから、自分にとってね合っているもの、自分が目指すもの、そのあたりを考えながらどういったレッスンを参考にするかなんていうことをね考えていかれるといいと思います。トッププロが実際にやっているダウンスイングの動きというのはね、やっぱりそのダウンスイングをやっているトッププロに聞かないと分かんないです。実際僕もね昔アメリカにいた頃にコンパニス・ジュニアというね
ツアー2勝したプロと同じゴルフコースだったので、よく一緒に練習したり、あるいは当時ね、ロバート・ベイカーという、当時飛ぶ鳥を落とす勢いのね、レッスンプロがいて、そのレッスンプロにトム・パニース・ジュニアが習っていたので、一緒にレッスンを受けに行ったりとかね、そんなことしたり、一緒にラウンドなんかもしましたけれども、それぐらいね、よく2年ぐらいね、ずっとそんなことがあったんですけど、なかなかね、このダウンスイングのことについて聞いてもね、明確に答えてくれないとかね、インパクトのこともそうなんですけどもね、いろんなことを教わりましたけども、でそれがすごく参考になったんですけれども、なかなかね、このダウンスイングのね、シークレット部分についてはね、詳しく説明してもらうのがね、難しいのかなというふうにね、思ったりもしました。ですからそんな風にね、なかなかこの部分で結構シークレットだなと思うんですね。ですので、シークレットでもあり、また人によって正確には同じ感覚でやっているわけではないということもありますのでね、最終的な正解は皆さん一人一人が発見していくしかないかなと思いますけれども、もしね、今回のお話が役に立ったり面白かったり、あるいはつまらなくてもできればいいねを押していただけると助かります。そしてまたいい動画も作っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をまだしていない方はしてください。それではまた見てね。